私はイ・シンボムと申します。韓国人で今年の1月からこの学校に通ってます。懲戒に少しややこしいところがあったと思いますね。何かというと、懲戒の問題はただ聞き取る能力だけではなく、日本人の考え方、話し方などを求めるところがあると思いますので、それが私と合わない面が少しあって、それによる難しさがありました。私は授業の時、授業の内容も重要視してますが、特に先生方の話し方、説明の仕方などに集中する方です。教科書の内容はもちろん重要ですが、自分でも十分勉強できると思いますが、先生方の話し方こそ本当に日本語らしい日本人の日本語ですよね。本では学べないことですので、それに集中して聞いて、私との違いが何か、どうやってあのように言っているのかなど考えながら、後でそれを真似たりしながら勉強してます。例えば先生から何か文章と表現とか単語を聞いた、それが気になったというと、こういうふうに私の辞書で調べて写真を撮ります。家に帰ってこれを見ながら声を出して練習します。辞書には例文も出てますので、先生が使った表現とか単語を調べて、その単語の辞書に出ているその単語の例文などを声を出して読んで、私が普段自分が言いたいこととか自分の関心事などについて、この単語を使ったら、この表現を使ったら私が言いたいことをこういうふうに言ったらいいね、こういうことを考えながら自分の身につけるように勉強してます。私が日本語の勉強を始めて一番良かったと普段思っているのは、日本人との付き合いができるようになったことですので、特に私は作文が好きで、今までも詩とか歌の歌詞、いろいろな種類の作文を書いて、それを使って日本人と今まで、交わってきましたので、今後それをもっと深くできるように勉強していきたいと思います。私たちはみんなここ現地で暮らしながら現地の言語を勉強しているから、それでも日本語は外国語ですので、相変わらず難しいですが、 JLPT 試験は心配しなくてもいいと思います。多分私は3つの科目が別々の科目ですが、別々ではなくつながっていると思いますので、文法で学んだ表現が聴解にも出て読解にも出て、そして勉強した語彙も文法、聴解、読解全部出てますので、勉強をちゃんと真面目にしたら、文法語彙の実力通りに読解と聴解の点数も取れるのではないかなと思いますね。普段自分の基本的な生活と勉強を根気よくやっていけば、みんなが合格できると思います。私はケイティです。マレーシアから来ました。2019年の10月にこの学校に入学しました。私にとっては語彙と漢字なんですね。N1、N2 で習った漢字は N1 になると読み方が違うとか意味も違うになるから、それがまず読めないと覚えないといけないので、それが一番難しいです。アルバイト先の人が私にこれも新聞あげようとか、なんか上に振り仮名が書いてあるから、それ読んでみて少しずつ覚えるようになりました。本当に読みやすいので、欲しいだったらあげるよって言われて毎週もらいました。ただその漢字そのままで覚えだけではなく、文章の中で覚えたりとか、歌の歌詞とか読むときには覚えやすいなと思いますね。私やっぱり聴解が一番点数取りやすいところだと思うので、せっかく今日本にいるからできるだけ日本人と会話することを、とりあえず授業の中に全数中が必要だと思います。N1 なんで本当に難しかった。ちょっと苦労しました。
それでも先生方がすごく優しくて、私がちょっとだけ元気なくなる時には「大丈夫ですか？ちょっと元気じゃないですね」とか聞かれるので、すごく、サポートがすごくいいと言います。はい、できれば大学に進学したいです。国際コミュニケーションとか、私言語がすごく好きなんで、小さい時から通訳の職業をずっと憧れたので、自分もなりたいなと思っています。合格するまで諦めないで頑張りましょう